今日は、釘、釘の打ち方やらなんか種類やらなんかそんな関係をやっていこうかなと思います。ごく一般的に使われるのがこの鉄釘ね、よく見かける鉄釘、ね、これが多分一番主流かな。打ち方も何もね、こうやってただ打てばいいこと。はい、超簡単、ただここ持って言ってもダメだよ。ここダメだよ。ハンマーですか？ハンマー、力入んないけど、だいたいハンマーの絵はね、こう持ってここに来るのが自分の長さにちょうどいいって教わった俺は。俺は教わった。でも大体みんなそうやねんかな。大体ここらに来るんやねんかなと思う。これ小さいです。これはね、これ子供用や。これ子供用。なるほど。子供用とかちっちゃいの打つやつ。なるほど。こういう細いのに打つ場合、こう向きで打つとどうしても釘っていうのは打ち方によってこう斜めになるね。慣れないと。ね、斜めになっていく。で、こう飛び出たりなる原因ね。細いの打つときはなるべく自分に対してこうまっすぐ、横じゃなくて、そうするとこの辺を、こうなってもこうなっても出ない。だいたいこう打つとこうはなかなか両端ね。だからこうでこうやるとこっちがやっぱりこう。なるほど。鉄釘のいいところは折れにくい。ビスは逆に折れやすい。あ、そうなんですね。そうそう。これもなんか前やったっけ？やったような気もする。釘は抜けやすいよね。一応こう引っ張る力が弱い、弱。ビスはこうこっちが強いな。それ引っ張りと引き抜きは強い。だけど今度横方向、横方向に対しては強いよね。なかなか折れない。こいつは横方向ものすごい弱いけ。あ、そうなんですね。こういうね、家のたるき。はい。家の軒とか出てるこういうさっと出てるんですね。わかります。そこは、釘を、うちの場合は釘を打つ。で、もう一本ビスを打つ。これ最強やわ。じゃあここ釘だけのとこもあれば、ある。ビスだけのとこもある。ビスだけのとこもある。多分今ビスだけのとこが多いと思う。なるほど。やっぱりビスだけだと折れやすいから、この釘でまた強度も出すっていう。だけどビスでこうひっつける力をつけて、これで釘で折れないようにして。面白いな。うちはそうやって2つ使う。強度がいるところでしよった。なるほど。ビスだけでいいやってとこもあるけどね。なんかビスのイメージ最近はなんか動画見ても。家はああやってしよった。あれはいいよ。で、釘抜けにくくする方法があるの。あれは錆びらせる。そうなんですね。錆びるともう抜けない。なんでなんですかね。やっぱ錆びがひっつくんやろね。なるほど。だから昔の家具とかはもう釘が錆びちゃって抜けない。確かにそんなイメージありますね。その代わり多分強度は弱くなってると思うけど、でもわざと錆びらせる時もある。水かなんか濡らしてですか？これをね、塩水つけとくよ。わざとで。なるほど。で使う時もある。面白いな。
そうやって抜けにくくするときーわざと錆びらせてうん抜けないようにする。ちっちゃい鉄釘打つときは、まあ、手でこうやってギュッと押し込んでもいいんだけど、押し込めればこれでいいんだよ、はい。打てるよね。ただもうこんなのこう手で持ってやると打てないんで、ピンセットでもこういうラジオペンチでもこいつで挟んで打つとやりやすい。なるほど。ね。そんなちっちゃい釘ってどういう時に使うんですか？裏板とかね、ベニヤをああ、前作っそうそうそうた動画で使いましたね。あ、そういうのでですね。まあ2ミリ、1ミリとか2ミリの板を張ったりするときに使うかな。なるほど。こんなんもうボンドと併用やね。なるほど。これだけじゃちょっと厳しいかな。これに対してこいつ打つのにはいどのくらいの釘を使ったらいいか。ああ、まあ確かに気になりますね。俺のもうあれね、感覚で、だいたいこいつに対して2倍。 2倍。でこいつが10でしょ、はいということは20入りってから30の釘を使う。ああ、なるほど。そうするこれね、これ2倍ぐらいだとね多分あんまり効かんと思う。2センチぐらいじゃん。なるほど。だけど打ちたい材料に対してだいたい2なるほど。倍、に選べばいいんじゃないのとは思う。これが正解かは分からん。俺がもう使う場合はそうやってやるし。でじゃあちょろっと刺さってるだけであんまり意味ないんですかね？意味ない。あ、そうなんですね。ビスも一緒。ビスも俺同じ考えでやるよ。もっと効かしたい時はもう伸ばせばいいけ。なるほど。最低そのラインかな。あともうハンマーは一緒やけどね。何でもいいんだよ。こんなんでもこんなんでも。これなんか種類用途があるんですか？あるんかな。これ釘抜きがついてる。ああ、確かに。でこれはこっち釘締めな。なんとか締めって。こういうのをこうやってある程度刺さったのをへこまらせるね。で狙うのが一発でいかこう外れる。そう。こうやって外れるから。ない時はこういう釘締めっていうのがあるね。こうやって合わせて。そしたらなるほど。これも難しいんだよ。ここらもうちょっとでもなかなかうまくいかないから。手をここ添えてあげて、添えてあげてしっかり固定してあげて打つと狙ったところに行きやすいかなって。本当だ、もう見えないですね。ピントがいじめやね。これが100。でかいですね。ああいうタヌキ打つ時は5寸釘打つわ。5寸釘ってね150。ああ、それの 1.5 倍ぐらいになる。よくわら人形に使うやつかな。これか多分あれ5寸釘やと思うよ。そうなんですね。これは真鍮、金色ですね。真鍮。これいろいろ種何こ類がある。れ。ただこいつ種類いろんな色がある。白ですね。ただこいつの欠点はただの鉄釘にはい。ペンキ塗料塗ってるだけだから剥げるよね。ペーパーとかかけると剥げるよね、塗料。本当ですね。もう鉄釘になりましたね。そうやろ。じゃけこれ打った後はもうペーパーかけれない。まあこれはこれでおしゃれやけどね。じゃあその白以外にもなんか。いっぱい青やら何やらいろいろある。そうなんですね。黒やら。黒黒がいいかな。俺は黒が好き。黒もあるんですね。これがフロアネイルってね。その名前の通り床材に使うやつなの。あ、そうなんですね。抜けにくいスクリューになってるのこれが。そうですね。なんかちょっとビスっぽいというか。でこれ強度が強いね。じゃあ家の床とかそれなんですか？そうのが昔多かったけど今どういうのやろ。今なんかビスで打ち込むよな。ビス使いようことあるな。
俺の時はこれが多かった。もっと長いやつね。フロアネイルってな。でこれで床止めて、これでちょっと押し込んで効かせるのね。なるほど。そしたらギュッと入るから、ギュッと効く。あとこれがなんだそれ。銅釘。へえ、素材が銅なんですね。だからこれはものすごくやばいよね。真鍮もやばい。これもおしゃれ。これもよく使う。それはあれだ、やっぱおしゃれの用途なんですか？これはね、銅板とか貼るときに使うね。なるほど。銅の板。こう家とか屋根とか、軒の丸太にひっつけたり、柱にひっつけたり、その時に使う釘。なるほど。だけどこいつものすごくやばい。わからんかな。すぐ曲がる。本当だ。だから難しいよ。杉ぐらいやったらね曲がらずけど、ちょっと硬い木になるとなんかすぐ曲がるわ。難しい。これもどうだね。これがちょっと元はこんな色やね。なんかさっきのと、ちょっとこれ古いけね。古くなるとこういう色になる。これが新品っていうか、酸化が進むとこうなる。じゃあ後々絶対こうなるわけですね。こっちはまだ新しい。これがこれなる。だっていい色合いになるんよ。これはこれでね。真鍮は色変わらんわ。そうなんですね。多少変わるか。多少変わるけど、ここまで劇的には変わる。これは押さえ釘で、こっちが隠し釘。似てるんだけど違うんよ。そのついてるやつが違うんですか？ここにね切れ目が入っちゃうの分かる？釘にですか？なんとなくここ入っちゃうよ。入ってますね。これは入ってない。これは押さえる釘。こういうあれこういうのを押さえるのはただもう押さえて、ボンドつけてね。で押さえて翌日これをこれで取る。本当にきな。だけどあんまりあれね、こっちの方がいいかもね。こうやって出たのは折れた。こいつはここについてるでしょ。ついたのはこうやって押さえる。で次の日吹っ飛ばすために折れ目がついて。なるほど。それの違い。だけに騙されんじゃない。どっちを使いたいかでよって選ばんといけない。こっち隠し釘。こっち仮止め釘って書いてあるの。仮止め釘なんですね。これ押さえ釘、押さえていいんだけど、仮止めって書いてある。隠しは隠しって書いてある。隠しが折れるやつ、押さえは折れないやつ。これは木工では使わんかもしれんけど、コンクリート釘やね。それ土木の方で。土木やな。それらはよく見ますけど。一応コンクリには刺さるけど、やばくねえと刺さらんね。そう、コンクリートを挫折して一日使ってよく曲がるもんね、ポキって。使いますね。で石があったら打てんしな。でも木には使わんね。俺も使ったことない木には。他にもいっぱいありますね。これ全部釘ですか？この辺釘やな。特殊釘じゃない。どうやね。あった。どう？すごい。ちょっと長い。長いやつですね。いろいろ持っちゃうけどな。本当ですね。これがさっきのフロアネイルに似たやつでスクリュー釘。これも抜きにくくなるやつ。こうスクリューしてるから。
それもあれですか、やっぱ家とかの。そうやな、家とかトタンとか、トタンね。屋根とか打つ時やな、抜けんように。フロア用あった。本当にフローリングネイルって感じですね。太鼓病。太鼓病。太鼓ですか。まあ太鼓。和太鼓。和太鼓。にも使っちゃうわ。ああいうちょっとおしゃれなっていうか神社仏閣とかね。それあれですか、金槌叩くんですか。そう。へこんだりはしないですね。これもへこみやせ。そうなんですね。これも曲がりやすい。まあこういう釘がいっぱいあるよ。初めて見ました、それ。ちょっと賽銭箱とか周りにダーってあって、なんかイメージつきますね。ちょっとこう格式が高くなるっていうか。なるほど。ちょっと豪華になるね。確かに。まあそんなんがいっぱいあるわ。それもたまに使う。デザイン的にも。なるほど。釘ではないけど、こういう竹串の、これも釘になるからね。それ刺さるんですか。下穴開けんときや。なるほど。もう鉄を使いたくないときはこれ下穴開けて。なるほど。これ四角やけあれやけど丸があるけ。ビーだけでそこに差し込む。そう。それで木と木がつながるんですか。まあボンドは入れる。なるほどなるほど。そういうあれももう鉄を使いたくなければ爪楊枝でもいいんだよ。いや爪楊枝はちょっとあれかもしれない。竹がいいな。でも中にはいますよね、そういう鉄釘とか使いたくない、自然のものだけで作りたいみたいな。たまにあるけど、そういった方たちのための釘。釘。もっと太いのが良ければ、太い穴掘って箸、竹の箸があるだろ。コンビニでもらう割り箸っすよね。割り箸、あれでもいいんだよ。でもこんなちっちゃい小さいのしか使えんけど、大きいのに使いたかったらそれでもいいし。すごい面白い。それで十分効くよ。本当ですか。まあそういうやり方があるってことやね。今日はこのぐらいでいいですかね。釘の打ち方種類なんやかんややりました。また何か出てきた時にはまたします。終わりです。以上。